日本の自販機が消えるのか。先日、ジャパンタイムズの英語版の本に、自販機がどんどんなくなっていくような記事があって、自販機大好きなものとしてはずいぶん気になって、海外から見た日本の自販機事情についてお話しさせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。1991年初めて日本に行った時に、目立ったところいっぱいある中では、ものすごく一つでもう一生忘れられないのは、自販機の存在。どこに行っても、どこでも、どんな田舎でも、どんな場所でも、自販機があったことがすごいなと思いました。あっちこっちにあったこと以外にもすごいなと思ったのは、アメリカ人として自販機が別にないわけじゃないですよね。いろんなところにあるんですが、動くのか。お金入れても物が出てくるのか。出てこない場合はお金が戻ってくるのか。その自販機自体が壊れてないのか、壊されてないのか、落書きされてないのか。自販機のと人間の間にケージみたいな感じのものがあるのかないのかっていうのが一番感じたんですよね。日本の自販機は綺麗。電気が全部ついてる。商品がちゃんとある。お金入れると商品が出てくる。もう当たり前かもしれないんだけど、日本人にとっては。外国から初めて日本に行ったものとしてすごいなと思った。コーラだけじゃなくて、コカ・コーラとか変ななんかお菓子とだけじゃなくて、いろいろなものが出てくる。アイスクリームをまさか自販機で買えると思ったことはありませんでした。考えたこともありませんでした。オレンジジュースも、オレンジを絞って、それをフレッシュジュースとしては出てくる。自販機なんかは。ないよ。日本じゃないともうないよ、そういうのは。自販機以外にもゲーム機、日本の UFO キャッチャーとかもすごいよ。アメリカにないです、その技術が。ラーメン、アルコール、何でも買える自販機。外国人として日本に初めて住んで便利だなーって、何時でもどこでも何でも買える。で、安く感じたこともあったからこそ、すごいなーって昔から本当に、思ってました。アメリカは冷たいものしか出ないのは当たり前ない。出てもね。でも日本には温かいものもあったり、冷たいものもあったり、技術的にマシンの作りと今時近代的な感じのものが、アメリカは超アナログ、ボタン操作でぐる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 回るようなものと比べて、すごい日本の自販機の技術がすごいなと思いました。もう一つ思ったんですよね。自販機っていうのは、どこでも置けるっていうことイクル治安のいいこと。信用できること、周りの人に変にいたずら、壊される、物盗まれる、ようなことがないから安心してどこでも置ける。物がいつもある、中にあることが物流制度、そのシステムがちゃんとできている。自販機自体がきれいになっていること。落書きとかそういう変なのじゃなくて、傷とかじゃなくて、きれいになっていること。夜になっても、24時間営業中の自販機にいつもライトがついていることが、すごいことだなと思ったんですが、先日、英語版のジャパンタイムズで出版された記事が、ちょっとオンラインで話題になってるんですよね。日本の自販機がどんどん数が減っているという。自販機フェッチって言っていいですか？ある外国人、私だけじゃないですよ。日本の自販機を初めて見た外国人はすごいなと思う人が多いです。レトロな自販機でも私はね、もうないお店なんですが、行ったことあるんですが、昔からすごいなというのは、もう感じた外国人から見て、日本の自販機のがなくなったら、ちょっともったいないなというところもあります。そのジャパンタイムズの記事をよく読んでみたら、生活上の面で、コスト上の面で、自販機が高くなったという面で、日本人の生活に今、
どちらかといえば、コンビニで買った方が安い。他のところで買った方が70円台、80円台で買えるものは、自販機になると150円、160円、180円までのものも出たりしているので、コストの上がった自販機で買うよりも、どちらかといえば、他のところで、コンビニとかスーパーとかで買った方が安いから、自販機の必要性がなくなってきたんじゃないか。自販機の重要性がなくなってきたんじゃないかというふうに書かれてたんですよね。正直にそれを読むまで考えたことないんですよね。今の円安、ドル高のこの世の中で、この環境の中で日本に行くと自販機もすごい安く感じるんですよ。比べたことないんですよね、どちらが安いかと。でも日本に住みながら、やっぱりそういうのはね、見えてくるのと。給料の上がらない、物価上がりの中では、やっぱりそういうのは日常生活には影響があるから、関係あるのかなと思いますね。でももう一つがあります。ニュースに他によく上がってくる最近、自販機の盗難、自販機が壊されたり、物盗まれたり、壊された自販機とかが多い映像が残念ながらよく出てくるので、自分から見てもしかしたら危ないから、もう安全に置けないから、もう置いたら必ずやられるからという面で自販機がなくなるっていうことにもしなってしまったら、非常にもったいないなと思いますよね。多分同じような、技術の面ではいろいろ置いとくだけでは、大昔、アメリカ自販機ができた時から、別に置いても壊されるとか、お金を中から盗まれることはあんまりなかったかもしれないので、いつの間にかそうなってしまった。アメリカも、日本も同じ方にもし行ってしまったら、もったいないなと思います。自販機が一つのものかもしれないけど、大きな、この社会についての大きな意味が自販機の中に絡んでいる、絡まれているっていうか、その意味は、信用社会、信用を基づいて成り立っている日本社会があるからこそ、自販機が置ける。それがね、自販機が今度ね、犯罪があるから壊されるから、こうだっていう理由だったら、残念しか言えないですよね、それだったら。でも生活の面で、コストの面で、トラックで行かせて、その方の給料も払って、ルートなどなどのもう燃料などのことを考えた上で、コストの面だったら、時代の変化とかっていうのは少しあるかもしれないんだけど、7年、8年前に閉まる前に行ってよかったなと思った自販機屋さんがあったんですよね。群馬だったかな、埼玉県にあったところなんですが、素晴らしいレトロなところがあった。日本のものづくりのパワーとか、日本人のその発想力のその自販機でこういうのはできる。その時代、その時からの、これから日本人の生活に、日本に合うようなものができる。っていうのは、それは数十年間をそこでずっと大事にしていたおばあちゃんにもお会いできて、インタビューもちょっと恥ずかしくて、カメラの前にも出たくないっておっしゃってたので、いろいろ話も聞いて、その店がなくなる前にまだお会いできて、体験できてよかったなと思います。とりあえず、日本の自販機の技術が、俺が見たいろんな全世界で回ってきた中では、一番。もう日本人の性格も国民性も一つの自販機の中にあります。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今、スティーブ的視点のグッズのセール中です。春のセール、スプリングセールですよね。いろいろなもの、在庫がある限りは50%オフで提供させていただいているので、steve'spov.jp と Amazon Japan もぜひチェックしてみてください。アメリカ人も考えられないようなもの、アルコール、
変態的なものまで、などなどの自販機のある日本の、すごいよ。すごいよ。今でも見て、もう10年経っても最初の動画作ってから10年以上経つかもしれないんだけど、アメリカはまだまだ追いついてないんですよ、技術的に。刑事は人間との間に置いても、まだその技術になってないので、素晴らしい。素晴らしい。さらにすごい自販機などを。で、日本でもし使えなく回収できたものがあれば、アメリカに送ってくださいね。こっちも、この国でも必要だと思いたいです。よろしくお願いいたします。では、日々前進、前向きに、サムズアップ的にやっていきましょう。よろしくお願いいたします。では、失礼いたします。